どうも、ワンピースの謎を解く仮面 YouTuber、ゆえてなんぼのゆでろんです。ありがとうございます。いいね。チャンネル登録してね。今回は週刊少年ジャンプ2022年17号、ワンピース最新話、1044話、解放の戦士を考察していきます。この1044話は、文字通り神回です。それは答えが分かれば苦戦だらけでした。さらに僕のここまでの考察はどのような結末になったのか、ルフィの覚醒条件とは何だったのか、ニカとは一体何か、一緒に考えていきましょう。よろしくお願いします。まだ読んでいない人やコミック派の人は多いネタバレを含む内容です。さらに最新話の考察の場合は怒涛の語呂合わせ考察が続きますから、苦手な人は今すぐ動画をストップしてください。よろしいでしょうか。行きましょう。1044話のスタートは鬼ヶ島屋上。前回、ニカッと笑って髪の毛がドロッとなったルフィは、その自分の変化に戸惑いつつも、楽しくなってきた。と言い、テンションが上がり、笑い始めました。これが1044話の話数の語呂合わせ、一つ目。テンション。テンションでしょう。こちらは2週間前、語呂合わせも内容も的中できました。この1044話で覚醒したルフィはずっとテンションが上がりっぱなしで爆笑しています。さらにテンションとは気分が良くなるという意味の他にも太鼓の皮を張るためのボルトやナットの気候のことを指すそうです。ここでのルフィは大笑いして心臓の鼓動、解放のドラムの音も高まっています。場面は変わって遅めに解放されるサンジ。サンジはルフィと表裏一体ですから、解放されるサンジと解放の戦士ルフィです。そしてサンジやキッド、ロー、ヒョウゴロウ、マルコもルフィの生存に気づいています。マルコがルフィの生存をナミとオタマに告げると、ナミとオタマは泣きながら歓喜します。これが1044話の話数の語呂合わせ、2つ目。問う死者。問う死者でしょう。こちらは2週間前、語呂合わせのみ合致できました。場面は変わって聖地マリジョアの五老星。そこで五老星は、ゴムゴムの実はいつの時代も世界政府は回収を試みてきたが、まるで悪魔の実が我々から逃げているようだ。と言い、それは800年間ずっと手に入れられなかったと言います。相変わらず無能な五老星。そしてゴムゴムの実が逃げてしまうのはなんと意志があるゾーン系だからだと言います。つまりゾーン系悪魔の実には心があるそうです。これが1044話の話数の語呂合わせ3つ目。問う資質。問う資質でしょう。こちらも2週間前語呂合わせを合致できました。これはアラバスタで伏線が張られています。拳銃ラッスを見たウソップは、バカ言え、元が10ならなんで動いてんだ。悪魔の実に意志があるわけねえだろう。やはり1年以上前も言ったようにウソップのないはあるです。ウソップの嘘は高確率で実現することが分かっていますが、ウソップが否定したことは逆に実現する可能性が浮上しました。となると、1年以上前に考えたルフィとウソップのやりとり。ラフテルは4つもあんのか？ねえだろ。このやりとりが怪しくなってきました。ラフテルという島はもしかしたら4つに分割されているかもしれません。さらにルフィがパラミシア系ではなくゾーン系なら、クロコダイル曰くゾーン系の覚醒者は超回復できるそうですから、これも今回超回復しているルフィと合致します。そしてゾーン系は心があるということは、前回前々回と考えてきた2つのハートの伏線、謎がここでやっと解決して成立しました。ゾーン系のルフィはニカとルフィの意志、2つのハートを持っており、それが今回1つに合わさったと。とりあえず1044話のルフィは人格が1つに見えますから、そこはホッとしました。そして1つに合わさる前のルフィはそんなことを気づいていたのか、おえ、パイソンと攻撃の軌道を変更していました。これは意志、心が2つあるから成し得た技だったようです。確かにゾーン系をメインに生み出された人造悪魔の実、スマイルは人と動物2つの心を持っていました。つまり、カイドウも、ウルティも、ルッチも、チョッパーも、ゾーン系は全員2つの心を持っている。覚醒すれば面白いことになりそうです。ここで考えたいのは黒ひげです。ルフィが太陽の神ニカであり、解放の戦士なら、黒ひげは解放、リベレーションという技を放ち、さらに黒ひげは、太陽か闇か、勝者は一人だと言っていたことから、ルフィと黒ひげはそのまま表裏一体であると考えることが可能なので、黒ひげが持つ闇闇の実もルフィと同じゾーン系である可能性が浮上するでしょう。黒ひげはエースに、この能力は俺を選んだんだよ、エース。と言っていましたから、闇闇の実もゾーン系で、その中に意志、心が入っていても不思議ではありません。新事実が発覚したので、黒ひげが持つ悪魔の実の能力をもう一度近日中に考え直しましょう。なぜなら、黒ひげが眠れないのは、ゾーン系悪魔の実が持っているもう一つの心が影響していそうだからです。そんなゾーン系は迫撃において最強だとルッチが言っていました。脱線しましたが本編に戻りましょう。五老星はここでついにゴムゴムの実の本当の名前を明かします。それはゾーン系人の実現住種モデルニカ。なんとゴムゴムの実は2ヶ月前に考えたようにゴムゴムの実ではなかった。
幻獣種、太陽の神ニカ、神です。ここまで僕は1037話で五老星が言う伝説の悪魔の実とはゴムゴムの実のことであり、さらにその性質は違うものだと考え、ゴムゴムの実が覚醒すると油や樹脂が使えるようになり、それはまさに太陽の神ニカになると考え、悪魔の実の名前はニカニカの実だと考えました。そして確かにルフィは太陽の神ニカになりました。そこは間違いありませんが、名前は外れました。ここまででした。僕レベルならこんなもんでしょう。正解は人の実、幻獣種、モデルニカ。これまでに登場した幻獣種は、マルコの不死鳥、カイドウの清流、ヤマトの大口のマカミ、オロチのヤマタのオロチ、デボンのキュービのキツネ、戦国の大仏、鬼丸の大入道と、我々の世界でも伝わる神話や伝承を由来としたものです。となると、幻獣種、ニカとは何でしょうか？これまでのセオリーが覆され、小田先生オリジナルの幻獣種なのでしょうか？いや、違います。そうではありません。ニカにはちゃんと伝承があるのです。小田先生完全オリジナルの幻獣種ではありません。ニカには紛れもない伝承が存在する。ニカの伝承はあまりにもマイナーなので多くの人が知らないだけです。それはハワイ、モルディブ、インドに伝わる伝承です。ニカの伝承については動画の後半で語りましょう。次に僕レベルでは読み解けませんでしたが、人の実の伏線を語呂合わせから確認しましょう。人の実の人の語呂合わせ、一つ目は人、1話です。1話に登場したヒグマは、こちらの動画でも考えた通り、56人殺しのヒグマは、ゴムゴムがゴムじゃないことを示している。さらに、人の話数の語呂合わせ、2つ目は人。110話、夜は終わらない。110話では、ボムボムの実の爆弾人間、ミスター5が登場しています。ミスター5はギアフィフスを表し、さらにこちらの動画では、ニカとは2とカを合わせると漢字の5だと考えました。そして、ミスター5の技は、ノーズファンシーキャノン。この技の名前の由来は、鼻くそ、鼻と空想であり、この技を考えたとき、小田先生はニカルフィのように一人で大笑いしたと言います。そう、空想です。人の実、ニカは人の空想を実現する能力。それは人の夢。ここで100話のロジャーのセリフと繋がります。これらは止めることができないものだ。受け継がれる意志、人の夢、時代のうねり、人が自由の答えを求める限り、それらは決して止まらない。ロジャーが言う受け継がれる意志、人の夢、時代のうねり、それらは全てルフィだった。ロジャーが手に入れた全てのものをワンピースだと呼んだなら、ロジャーが手に入れられなかったパズルのワンピースがニカ。人の夢は終わらねえ。たとえ死んでもゴッドエネルのように復活できるニカの神の力。それはコメント欄、ドアホーさん曰く、ルフィはすでにギアセカンドで血流ポンプを獲得しており、心臓が止まっても死なない。決して止まらない。覚醒して神になったルフィは人の夢、自由と空想を実現できる。ただし、自由と空想といっても、ニカにはいくつか縛りがあるようです。それはまず、太陽の神を表現しないといけないでしょう。この1044話では、そのあたりはまだ触れられていませんが、とにかくルフィは神になりました。ルフィイコール太陽の神、ニカになるという考察は、悪魔の実とは関係なく、4ヶ月前、このように考えました。こちらです。298話のエネル戦でルフィは、神だ神だとうるせえな。何一つ救わねえ神がどこにいるんだと、エネルを蹴飛ばしていました。ルフィはその後、偽物の神、エネルを倒したわけですが、この1話前、297話でコニスは、ねえスー、神様っているのかな？この国を守って神様と神に願い、そして絶望の空島を救ったのはルフィでした。つまり、シンプルに考えるなら、本物の神とは、ルフィとなるかもしれません。ルフィこそが本物の神、太陽の神、ニカかもしれない。この考えも今回は追求していきます。やはりルフィイコール本物の神、太陽の神、ニカルフィが誕生しました。これが1044話の話数の語呂合わせ4つ目、誕生。誕生でしょう。神の誕生。ルフィは神の実を食べた男。それは神の実。933話、扉絵ではゴッドエネルとカエルが風船ガムを膨らませています。蘇った神。そして五老星はニカ、つまりルフィは
ゴムそのものの性質を持っていると言います。ゴムゴムではないのにゴムの性質を持っている。これはどういうことでしょうか。ニカは空想の神なんだから何でも OK なんでしょという可能性もありますが、何でも OK ならわざわざゴムそのものの性質を持つと五老星に言わせなくてもよかったでしょう。ここにまだ明かされていない縛り、設定が発生しています。そして1044話のルフィを見る限り、太陽の神と呼ばれるにはまだあまり納得感がない能力の描写となっています。つまりニカにはまだ秘密の能力がありそうです。ゴムじゃないのにゴムそのものの性質を持ち、髪の毛がドロッとした後に髪が燃えている。それならばやはり天然ゴムの原料、ゴムの樹液、ラテックスに行き着くでしょう。ゴムの樹液、ラテックスとは油、樹脂等を含む不思議な白い乳濁液です。覚醒したルフィの上着はなぜか赤から白になっています。そしてルフィの髪の毛は1043話で液状化した後、次の1044話で燃えていますから、実の名前はニカニカではなく原獣種ニカでしたが、引き続きルフィ油樹脂説は続行します。なぜなら五老星はゴムではないニカはゴムそのものの性質を持っていると言っているからです。ニカとはモルジブの言葉でゴムの木という意味です。しかしニカイコールゴムの木なら、それはゴムの性質ではありません。それはただ木の性質です。ゴムの木から取れる樹液、樹脂だけがゴムそのものの性質を持っています。となるとニカイコールゴムの樹液、樹脂。つまりルフィ油樹脂説は五老星の言葉によって近づいてきましたから、他にも苦戦を考えましょう。まずこの1044話は例によって44話と繋がるでしょう。44話の扉絵ではウソップとゾロがリンゴの木の上に登ってリンゴジュースを絞っています。リンゴは悪魔の実のイメージを表し、リンゴジュースは樹液、樹脂を表すかもしれません。また、2年間言ってきたように、鬼ヶ島と表裏一体となっているのはスリラーバーグですが、そこでルフィは、おっさんの木、モクドナルドを仲間にしようとしていました。そしてこちらの動画では、ニカとは船に宿る精霊、クラバウターマンと同じようなものだと考えました。そしてジャヤでは、ニオリギという木に魂が宿ると言われていました。さらに1044話は、144話ともリンクしていると考えます。144話のドラム王国では、作中で初めてゾーン系悪魔の実が登場しました。牛々の実のドルトンと、ヒトヒトの実のチョッパーです。そんなヒトヒトの実のチョッパーの心を救ったのはヒルルクでしたが、ヒルルクは木の中に住んでいました。そしてヒルルクは144話でチョッパーが探してきたアミウダケという毒キノコを食べてしまいます。キノコとはキノコ。木の子供という言葉から生まれました。キノコに注目しましょう。ルフィに関するキノコのエピソードは鬼ヶ島ではなく尿ヶ島にあります。ルフィはここで笑いだけというキノコを食べて、この1044話と同じようにアッヒャッヒャと笑い、楽しくなってきたと同じセリフを言っています。そしてルフィは別のキノコも食べて体からキノコが生えました。このキノコが生えるエピソードはもう一つあります。ジャンゴです。6巻の SBS で小田先生はジャンゴの顎の物体はキノコだと答えています。ジャンゴはそのキノコを食べたら催眠術ができるようになったと言います。この意味不明なジャンゴの設定、これこそがニカが後付けじゃない証明となるかもしれません。何度も言うようにジャンゴは覚醒ルフィのヒントキャラだと考えてきました。ワンツージャンゴとは2つの心が1つになってギアフィフスになる伏線。ワンツージャンゴ。ワンツージャンゴでお前らは強くなる。傷は完全回復し、だんだん強くなる。これはギアフィフス2課に覚醒したルフィと同じ現象です。つまりルフィが食べたヒトヒトの実ニカとはキノコ。願いを叶えるゴムの木の原獣種。ニカはゴムの木の樹液、樹脂の化身でしょうか。つまり1043話でドロッとなったルフィの悪魔の実は樹脂の実。樹脂の実でしょうか。ルフィとはキノコ。キノコでありキノコ。鬼の子でありキノコ。喜びの子です。喜びの子を英語で言えばジョイボーイ。558話でルフィはハンコックに鬼の子、キノコと呼ばれ、1043話でズニーシャにジョイボーイ。つまりキノコ、喜びの子と呼ばれていました。そして小田先生は SBS でルフィのゴムの性質は天然ゴムだとはっきり答えています。これが証拠です。ルフィのゴムは、天然ゴムは確定しています。しかし、ゴムゴムの実ではなかった。原獣種、ニカだった。であればニカの正体は、ゴムの木の樹液、
樹脂となります。さらに14話、樹脂の扉へ出るルフィは1044話と同じように満月をバックにしており、そこは日本の瓦屋根の上、鬼ヶ島屋上に通じます。しかも14話でモージは息切れをしてバギーにルフィの能力がゴム人間であると伝えることができませんでした。これも意味深です。ちなみに油の語呂合わせは油126であり、それはアフロであるとも考え、アフロになったルフィが戦ったベイビーバックファイト編について考えましたが、アフロヘアは殿安以外にも2人いました。宝箱に埋まったガイモンと人の実、幻獣種、大仏の戦国です。この辺も今回のヒントでしょうか。話を本編に戻しましょう。ゴムではないが、ゴムの性質を持つニカルフィは太陽の神や解放の戦士と呼ばれているそうです。これは前々回考えたように、スリラーバークで希望の戦士と呼ばれたナイトメアルフィと表裏一体になっているでしょう。ナイトメアとは悪夢ですから、逆にニカは人の夢を叶える。モルジブでニカと呼ばれるゴムの木はバニヤンツリーとも呼ばれています。バニヤンツリーはハワイやインドでは願いが叶う木です。そんなバニヤンツリー、ゴムの木とは一つではありません。ゴムの木とはラテックスというゴム質を得ることができる樹液を出す樹木の総称がゴムの木です。その中の一つ、バニヤンツリーは世界各地に生息しているためややこしいですが、バニヤンツリー一つとっても複数の名前があります。そしてそのほとんどが木には神が宿っており、願いが叶う木だとされています。これがニカの神話、元ネタでしょう。幻獣種はこれまで我々の世界の神話や伝承を元ネタとした名前やモデルで統一されています。幻獣種ニカもそこから外れていないのです。つまり願いが叶うゴムの木イコールニカはほぼ確定。ゴムの木の神話は願いを叶える。それが能力。ブラックマリアの古代種、ゴサミガレ、グラウボゲリーやヤマトの幻獣種、大口のマカミのようにほぼ知られていないマイナーな伝承を由来とするゴムの木の幻獣でしょう。ここでバニヤンツリー、ニカことゴムの木のインドに伝わる伝承、悪い約束を紹介しましょう。昔々、インド北部のカーシーという町である男が大きなバニヤンツリー、ゴムの木、ニカを見つけました。男はその木に神が住んでいるに違いないと考え、そこで男はこの木の神様に自分の願いを叶えてもらおうと動物の生贄、肉を捧げる約束をします。すると男の願いは約束をしただけで本当に叶えられました。だからその男は約束通りたくさんの動物を殺して生贄、肉を捧げようとしました。すると木に宿った神が現れ、友よ、お前は確かに約束をした。約束はしたが、その約束に縛られている。約束したとはいえ、生贄などという恐ろしい行為を行えば、お前の人生はもっと大きな束縛を受けることになる。束縛されたお前の未来を解放する方法は一つ。たとえ大きな約束をしたとしても、それが悪い約束なら、それはやめることです。しかも私は木の神だ。木の神が肉を食べると思うか？私に肉は必要ない。私は太陽の光を食べる。これが太陽の神ニカ、ゴムの木の幻獣の元ネタ、伝承でしょう。ルフィの育ての親、カーリー・ダダンとは、インドの女神、カーリーと同じ名前であり、ゴア王国のゴアとは、大航海時代、黄金のゴアと呼ばれたインドの町の名前です。ニカの神話は、インド神話が由来。つまりこれまでずっと、肉を食べてきたルフィは、ある意味で間違っていた。つまり、ルフィ本人は肉が好きだが、ニカは別に肉は特に好きじゃないというとんでもない仕掛け。そして400年前のシャンディアたちも間違っていた。400年前のジャヤで、シャンディアたちは太陽の神に願いを叶えてもらうために生贄、人の肉を捧げていました。それを止めた男が植物学者の嘘つきノーランドでした。死を恐れぬ信念を持つルフィはこれまで肉を食べて自分の命を捧げて戦ってきました。そして最強のカイドウに敗北したルフィは心臓の鼓動が止まり心肺停止します。しかしルフィの意志なのかニカの意志なのかわかりませんが、ルフィは無意識に生きたいと願いギアセカンドの血流ポンプを使って蘇ったのかもしれません。となるとニカの覚醒条件とは死を恐れぬ信念と見苦しくても生きたいと願う信念、相反する死と生の2つ、それが同時に実現した時でしょう。これは1036話の金右衛門とウソップでわかります。死を恐れぬ侍金右衛門とお菊、それを救う見苦しくても生きたいと願うウソップ。俺は鼻水を垂らしても生にしがみつく生と死、この2つが合わさった時
人は悟りを開く。神に祝福される。ニカが目覚める。太陽が誕生する。趣味で自殺をしている浅はかな街道では永遠にたどり着けない死生観。負けたからこそたどり着いた境地。人の最高地点。それが人。ニカ。死は人の完成じゃない。死の覚悟を持って必死に生きることこそが人の完成。そして1036話の最後に、ウソップは異蔵からゴッドウソップと呼ばれ、祝福されていました。さらにこのゴムの木、バニヤンツリーは別名、ベンガル菩提樹とも言います。ベンガル菩提樹は仏教において悟りを求める心。それは形も定まらず、始まりも終わりもない、生と死を繰り返す、輪廻の象徴だと言います。これはルフィと同じ人の実、幻獣種、大仏の戦国と悟りで繋がるでしょう。さらに、バニヤンツリー、ゴムの木は、沖縄ではガジュマルとも呼ばれています。ガジュマルには火の精霊が宿っていると言います。故に、僕は引き続き、ニカとなったルフィは油を軸とした爆炎技を放つと考えます。それこそが、太陽の神、ニカの真骨頂。エースとルフィは、必ず重なる。ルフィは子供が見ても分かりやすい形で必ず太陽になると考えます。おたま曰く、ルフィはエースみたいでやんした。そんなニカは覚醒することでゴムの体にさらなる腕力と自由が与えられるといい、それは世界で最もふざけた能力だと言います。腕力とは腕力、自由とは自由、合わせて110、人。これが1044話の話数の語呂合わせ5つ目、伝承でしょう。こちらも2週間前、語呂合わせと内容が的中できました。ルフィが持つニカの力はふざけたバカな力。ここで場面はルフィサイドから光月日和と黒ずみオロチへ。下敷きになっているオロチは日和に命乞いをしていますが、日和は父、光月おでんが約束を守って5年間バカのように振る舞う裸踊りをしていたといい、その怒りをオロチにぶつけます。ここで重要なのはバカと踊りと5年間です。さらに光月日和は、おでんは1時間煮えたぎる油の中で耐えたとも言っています。おでんとルフィが表裏一体なら、この油も必ず繋がる要素でしょう。そしておでんはいつも笑っていたと言います。これが1044話の話数の語呂合わせ6つ目。ゼロを前につけてお人よしでしょう。さらにおでんとルフィの口癖は窮屈です。そしてオロチの命乞いが続くと、日和は仮面を外して涙を流しながらオロチに怒りをぶつけます。日和はオロチこそが愚か、バカだと言うと、そこへ勘十郎の火前棒が小さくなって戻ってきました。これが1044話の話数の語呂合わせ7つ目。火の使者でしょう。これでオロチの形勢逆転かと思いきや、なんと火前棒は日和ではなくオロチの方へ向かい、オロチを焼き尽くしました。あちーと叫ぶオロチ。この流れはツイッターで昨年11月にリツイートしたバンビさんの考察通りでした。オロチは1030話でわしらの魂を沈めてくれと言っており、それは勘十郎からすると光月家ではなく黒住家の魂を沈めてくれという意味になり、火前棒が向かっている先は黒住オロチであり、オロチの最後は平清盛のように熱さに焼かれて、最後には文字通り黒い炭になるという考察でした。場面は再び鬼ヶ島屋上のルフィ。ここでルフィは、俺のやりたかったこと全部できる、これが俺の最高地点だ、これだギアフィフス。ルフィは1話からずっとニカの能力者でしたが、今でも自分の能力をゴムゴムの実だと思っているので、自分の変化をギアフィフスだと名付けたようです。これが1044話の話数の語呂合わせ8つ目。天井でしょう。天井とは一番上、最高地点という意味です。ちなみに1042話のルフィの顔にはギアフィフスニカと書かれていました。小田先生は宝探しのようにこのような遊びを仕込んでいます。そしてルフィは五老星と出会うまで今後も今まで通りゴムゴムノーと叫ぶでしょう。しかしなぜ25年間作中でほぼルフィだけが自分の悪魔の実の名前を叫んできたのでしょうか。ゴムゴムノーとはゴムゴムノー、もはやこのことさえ初めから仕掛けていたと考えられます。そしてここでルフィはやりたかったこと全部できると言っています。これこそが自由と空想、人の夢、願いが叶うゴムの木の神の力、そして願いが叶う魔法の呪文はアブラカタブラ。アブラカタブラとはヘブライ語で私が思うまま物事が想像されるという意味のフレーズ、呪文です。それは悪霊を打ち払うのに効き目があると言います。
となると、ルフィはヒルルクとリンクして、人造悪魔の実、スマイルの副作用を治す、解放するかもしれません。アブラカタブラは1037話でこのように考えました。こちらです。ルフィとは完全なる真逆の表裏一体だと何度も考えたサンジがアラジンに登場するランプのせい、魔人イフリートになったなら、真逆のルフィはランプの油、アブラカタブラ。願いを叶えるゴムの木、願いを叶える呪文、アブラカタブラ。そしてさらに、ジョイボーイとは、実在する神話では、アフリカからカリブ海に奴隷として売られてきた黒人たちが生み出した踊りの神です。そんな大航海時代から続いた人の闇の歴史、黒人奴隷を解放した人物をご存知でしょうか。偉大な解放者、奴隷解放の父、史上最高の大統領。それは、アブラハム・リンカーン、アブラ。人の願いを叶える解放の戦士ルフィはアブラカタブラとアブラハム。ここまでずっとルフィが覚醒すると油を使うと考察してきましたが、そのキーワードはまず油というよりは人の夢、空想を実現する呪文アブラカタブラと黒人奴隷を解放した男アブラハム・リンカーン。この2つのダジャレがかかっていそうです。故に3つ目のダジャレ、油にも期待しましょう。そしてここまで半年間、話数の語呂合わせによって信じられないかもしれませんが、2つの呪文を読み解いてきました。1つ目の呪文は、日本の子供番組の忍者や魔法使いがよく使う、チンプイプイ、大きくなーれです。大きくなれる呪文、チンプイの語呂合わせは、チンプイ。1021話こそが語呂合わせ、チンプイであると考え、忍の熟々の実で桃之助を大きくする話は1021話だと予想して、本当に1021話で桃之助は大人になることを忍に願いました。二つ目の呪文はアリババの開けごまです。開けごまの英語表記はオープンセサミですから、セサミの語呂合わせはセサミ。1033話であり、そこではゾロが覇王色を開眼させています。ゾロのアリババの呪文、開けごま、覇王色の覚醒、サンジの技、アラジンのランプの精霊イフリート、ルフィの技、シンドバッドのロック調とアラビアンナイトつながりが連続で成立しましたから、そこでもうイスラム世界の神話をモチーフとした要素は終わったと考えていましたが、本命はルフィのギアフィフス。人の夢、空想を実現する呪文、アブラカタブラだったかもしれません。1044話とつながる144話の扉絵はアラビアンナイトです。さらに太陽の神ニカイコールジョイボーイの仲間であるズニーシャの元ネタはガネーシャでしょう。タイのピンクガネーシャは人の夢を3倍の速度で叶えてくれる象の神だと言います。つまりルフィとズニーシャは人の夢を叶えるつながりがあります。ここまでの話が信じられない人のために、ここで決定的な証拠を提出しましょう。ズニーシャの元ネタ、願いを叶える像、ガネーシャは、願いを叶える木、ゴムの木、ニカと2つセットで進行されています。ガネーシャとゴムの木はセットです。だからズニーシャの仲間は、ジョイボーイ・ルフィ。この写真の通り、疑似関係はない。ゴムの木の幻獣ニカルフィ。ニカイコールゴムの木イコールジョイボーイイコールルフィ。ガネーシャとアブラカタブラ。様々な願いが叶うつながりを考えたところで本編に戻りましょう。ここでルフィは屋上から特大の覇王色の覇気を爆発させます。ライブフロアではカイドウの部下たちが意識を失い、カイドウも不思議がります。さらにルフィはコミカルなアラジンの魔人、ジーニーのようになりました。ジーニーは願いを叶える魔人です。そしてゴムの木、ニカのインドに伝わる伝承、悪い約束で描かれている火の神はジーニーにそっくりです。そして144話の扉絵はアラビアンナイト。天井を見つめるカイドウ。その天井から巨大なルフィの腕が登場し、カイドウをわしづかみにしてカイドウを屋上まで再び引っ張り上げました。ルフィに触れられたカイドウはまるでギャグ漫画のよう。空想を実現するニカの能力はどうやら相手にも影響を及ぼすようです。それは自由自在。笑いの力。ニカとは日本語で笑うという意味です。これが1044話の話数の語呂合わせ10個目。自由の使者。自由の使者でしょう。笑い話。ラフテルを目指すルフィこそが笑い話。一番自由なやつが海賊王だ。魔人ジーニーのように腕が膨らんだルフィはカイドウをコミカルにぐるぐる回します。スリラーバーグでルフィの影が魔人オーズに入ったなら、鬼ヶ島ではルフィとニカが一体になり願いを叶える魔人ジーニーのようになりました。ご主人様、ほら願いをどうぞ。わはは。どうだい。笑いとはこの世において霊長類、人だけに許された特殊な感情。
動物は笑うことはできない。人だけが笑うことを許されている。その喜びこそが人の特権なのです。死や戦争、支配、勝ち負けを気にしている頭が固い男、カイドウの脳みそをコミカルにかき回すルフィ、笑いの神ニカであり、踊りの神ジョイボーイでもある覚醒したニカルフィ。この笑いと踊りは日本神話の太陽神につながります。それは日本の太陽神アマテラスが岩戸に隠れてしまい、世界に闇が訪れた時、女神雨のうずめが岩戸の前で胸を使ったエロティックでコミカルな踊りを披露したところ、周りの神々が大爆笑して、その笑い声が気になって、太陽の神アマテラスは岩戸から出てきて世界は明るくなりました。夜明けイコール笑いの力。笑いこそが世界を夜明けへ導く。笑いこそが闇を凌駕できる。だから小田先生は一番天才だと思う人に霜降り明星聖夜をあげた。霜降り明星聖夜は学生時代いじめられており、文化祭で披露したコントで笑いを取り、いじめを克服したのです。笑いは人の闇に勝てる。世界の闇に勝てる。笑ったらええでよ。苦しい時は笑ったらええ。苦しいのに笑ったらバカみたいなことねえよ。でれしでれしでれし。こちらの動画ではジョイボーイのヒントキャラはハグアルディ・サウロだと考えました。サウロとはキリスト教ではパウロとも言い、目覚めた者を指します。そして滅ぼされたオハラの学者たちは木の中で研究をしていました。さらにエース・サボ、ルフィの3兄弟は宝物を木の中に隠していました。ワンピースでは木の中に宝物があるイメージがあります。本編に戻りましょう。とにかくギャグ漫画のように回転する街道が面白くて笑いが止まらないルフィ。それらは決して止まらないものだ。カイドウも負けじとボロブレスで攻撃しますが、ルフィは地面をゴム化して掴んで跳ね返すとテンションマックス、ドンドットットの大爆笑。ルフィもカイドウも戦いを楽しんでいます。敵であるカイドウすらも笑顔にするルフィ。ルフィ VS カイドウはいよいよ最終決戦へ突入します。ちなみに様々な種類があるゴムノキですが、ゴムノキとはほぼイチジク属です。イチジクも語呂合わせしましょう。イチジクの語呂合わせはイチジク。119話でしょう。119話は巨人ドリーとブロギーの死闘が邪魔された回。それはルフィとカイドウの決闘が CP0 に邪魔されたこととリンクし、ここで邪魔されて負けたドリーは酒の味を神の味がしたといい、さらに119話では戦士という言葉が7回登場しています。ミスター3は戦士という種族はイノシシと思えばいい。イノシシ。戦士はイノシシ。そして2課の語呂合わせは2課。29だと考えましたが、29巻でルフィはロブスターを食べています。ロブスターとはなんとインドゴムノキの別名です。本編の考察は以上です。続いてはいつものように次号1045話の展開を話数の語呂合わせから読み解いていきましょう。1045話の話数の語呂合わせ予想、1つ目はディスコ。ディスコというのはどうでしょうか。引き続き踊りの神ジョイボーイことニカルフィが踊るように楽しくカイドウを攻撃するのでしょうか。そして1045話は45話と145話とつながるでしょう。もしも45話とつながるなら、45話ではパティが魚を切って炎で燃やしています。さらに145話は受け継がれる意志、受け継がれる意志を表す引き続き重要な回になるかもしれません。1045話の話数の語呂合わせ予想、2つ目は問う死後。問う死後というのはどうでしょうか。死んだルフィがなぜ蘇ったのか、カイドウが尋ねるのか、もしくはおでんの死後、光月日和の回想シーンが描かれるかもしれません。1045話の話数の語呂合わせ予想、3つ目は手汚れ。手汚れというのはどうでしょうか。手汚れ、つまり手が汚れているとは過去に罪を犯したことですから、ズニーシャの罪が語られ、そこから受け継がれる意志が語られるかもしれません。1045話の話数の語呂合わせ予想、4つ目は樹脂の子。樹脂の子というのはどうでしょうか。何度も言うように1045話から1049話まであと5回樹脂の語呂合わせが可能ですってこと。チャンネル登録やコメントよろしくお願いします。